ころがアーサーは孤児だったのです。ハリー・ポッターの育った環境と同じですね。トラディショナルウェザーウェアのお買い物バッグです。間地が広くレジカゴにセットできる大きな収納力。皆さんこんにちは。ミステリーマープルです。今日は博愛は家庭からについてお話しします。最近 YouTube の視聴者分析を見たんですが、平均して3割から4割以上が外国からのアクセスだったんです。なので今日2月11日は日本の建国記念日なんですけれど、世界に目を向けキングアーサーについて考えてみます。 T.H. ホワイトの永遠の王によりますと、アーサー時代、馬は戦いに使われ、人は鉄の防具をつけていました。アーサーはそこで思います。馬はただ怖い思いと命がけの思いで、騎士の命ずるままに打ち進み、まずは馬が殺される。こんな理不尽はない。また人に対してもこう思います。戦争は王が起こし、王や貴族は戦わず、人民が戦う。中世の当時では当たり前のようですが、馬を思いやったり、手足となる人民を思ったりする王族貴族がいるのかと私は驚きました。さらに驚いたことには、アーサーの妻ゲネビアと腹心の部下で円卓の騎士の長ランスロットとの不倫についても、自然に任せて身を引くという態度をとったことです。アーサーは魔法使いマーリンに育てられましたが、マーリンは愛することと単純なことが価値があることだと信じて育てていました。愛と信頼をたっぷり受けて育ったため、アーサーは悪意、虚栄、猜疑心、冷酷さ、普通の身勝手さすら持たなかったと言います。愛がなく不信に満ちた人間たちは悲観的であるがゆえに攻撃せずにはいられない。強く優しいアーサーは友と妻とを信じていれば全てはやがて良くなるだろうと希望を持った。恋人たちの首をはねるなどして罪を今すぐやめさせるより良いことのように思えたのだ。解決困難な三角関係に巻き込まれたとしていかがですか？なかなかこうは思えないものですよね。ところが中野信子さん著正しい恨みの晴らし方によりますと、優雅な生活が最高の復讐であると書かれています。優雅とは年齢や状況に応じて変わるものだそうですが、結局のところ満足して生きるということですね。永遠の王でもアーサーは三角関係を前に問題を意識すまいと努めることで自然に良い方に向かうことを願っていたと書かれています。つまりアーサーにできたことはただ退却しただけですが、退却とはおしなべて他人を信頼できる楽観的な人々にしかできないことだそうです。普通の人にはなかなかできないことですが、アーサーの家庭環境はどのようなものだったのでしょうか。前回の三脚理論によれば、温かい家庭がキーでした。ところがアーサーは孤児だったのです。貴族サー・エクターに預けられ、実子の義理の兄がいる、いつも2番手の立場で育ちました。いわば歴史上全世界で最も売れたハリー・ポッターの育った環境と同じですね。T.H. ホワイトはアーサーは彼にとっては不運なことに理想の教育を授かっていたと記しています。つまり実の親はなくとも育ての親である教師マーリンが愛と信頼で守ったのです。
脚理論のキーである温かい家庭は育ての親でも成り立つんですね。この続きは次回お話しします。幼少期にそのような育ての親に恵まれなかった場合、どうしたらよいでしょう。おまけの付録紹介。今日はトラディショナルウェザーウェアのマチたっぷりなのに軽いお買い物バッグです。インレッド2021年3月号の付録で、表紙は北川景子さんですね。本編のテーマ、博愛は家庭からに欠かせない原動力といえば日々のお買い物ですよね。綺麗ですね。グレージュに入るライトブルーがおしゃれです。ロゴはもちろん国旗のユニオンジャックまでブルーで爽やか。見た目だけでなく機能性も魅力的。マチが広くレジカゴにセットできる大きな収納力。コンパクトで丸められるのはもちろん、わずか 95g で卵1個半分の重さしかありません。軽いと常備しやすいですよね。おしゃれな上に使いやすいので、スーパーだけでなく雑貨やお洋服の買い物にもおすすめなエコバッグでした。すごく使いやすそう。それではよろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ではでは、またね。